こんにちは。今日は大きなサイズのプルオーバーを作っていきます。とてもゆったりとしたサイズで着心地が楽です。作り方はとても簡単です。四角形を2枚作って肩と脇を縫い合わせます。それだけでプルオーバーの形になります。よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100%、 細いタイプで色はホワイト、 40g で96メートル、使用かぎ針の目安は6号。これを8号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。でこの糸はこんな感じで綿 100% でしっかりとしています。で太さは約 1.5 ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。まず身ごろを作っていきます。これは後ろ身ごろ、幅は約60センチ。これが後ろ身ごろで、前身ごろは少しだけ幅が違っています。前の方が10センチ長くなって、前は70センチ。こんな風に幅を変えることで、肩を縫い合わせた時にこんな感じで縫い合わせて、こっちも肩を縫い合わせると前が少し残って綺麗な襟ぐりになります。こうするために幅を少し広くして作っていきます。私の場合は後ろを60センチ、前を70センチ、こんな感じで作っていきます。でこの模様は6の倍数でできています。なので最初の鎖は6の倍数プラス1で作っていきます。私の場合は鎖97、サイズの変更をする場合には6の倍数プラス1にします。私は女性ものの L サイズでだいたい97、ゆったりサイズで作っているので、もう少し幅を狭くしたい場合や、あとサイズが違う方、もっと小さなサイズにしたい方や大きい方、その時には6の倍数プラス1で変更します。例えば73、79、85、97、103、109、こんな感じでサイズの変更をします。でこのサイズは私は後ろ身ごろを鎖85、長さは60センチ、前は鎖97で70センチで、段数はこれもお好みですが、私は31段。これは同じ。お好みでもう少し短くしても可愛いと思います。鎖の数は私は85、97、この部分を編んでいきます。まず鎖を編んでいきます。この最初の糸端を長めに残しておきます。この糸を使って後で脇を縫い合わせるときに使えるので、この縫う長さの2倍から3倍残しておきます。だいたい80センチ残しておこうかと思います。で途中から始めます。
この鎖はゆったりと編んでいきます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。1段目はこの長編みだけを編んでいきます。今回この2段を繰り返すだけです。まず大きな鎖1つ、1つ戻って2つ目に長編み、表でも裏でも大丈夫です。1、2、これが1つ目の長編み。普段は鎖3つで長編みの代わりにするんですが、今回はこれが1つ目の長編みの代わり。針のすぐ下のこの2本の糸の下にマーカーをつけます。これで編んでいくと縁がきれいに出来上がります。次も長編み、次もこのまま端まで長編みを続けます。端まで来ました。ここで実際にこの長編みを体に当ててみて、好みの長さになっているかを確認します。もし長すぎたらそこでストップして次の段を編んでいきます。余った鎖はほどいておきます。好みの長さにします。この長さで大丈夫だったら次の段を編んでいきます。また長編みからスタートします。大きな鎖1つ、裏返して根元に長編み、でマーカー、最初はちょっと見分けにくいのでマーカーをつけておくと便利です。次は扇形、足元2つ飛ばして3つ目長編みをします。1、2、3、長編み、鎖1つ、同じところ、もう1回鎖1つ、同じところ、これで扇形ができました。長編み3つ、間には鎖1つずつ。次は足元2つ飛ばして3つ目に長編み、1、2、3、これを繰り返していきます。次も1、2、3、扇形、1、2、3、1、2、3、
最後はマーカーをつけたところ、123、この2本の糸の下、マーカーをつけていたところ、これで2段目が終わりました。次また長編みだけ。大きな鎖1つ裏返して根元に長編みで、慣れてきたらつけなくても大丈夫です。でこの長編みの上、ここと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 編んでいきます。一つに一つずつ。まずここ長編みの上、長編みと長編みの間のスリット、長編みの上、スリット、長編みの上、で次もこの長編みの上スリット、長編みの上スリット、長編みの上と編んでいきます。これを繰り返して端まで編んでいきます。で最後はこのマーカーをつけたところ、この2本の糸の下、これで3段目が終わりました。次はこの扇形、さっきと全く同じです。123、でこれで端まで編んでいきます。端まで来たら次はこの長編みだけずっと同じように繰り返して編んでいきます。私は31段編みました。最後は細編み、長編みのところを細編みで終わっています。でこの長さは私は48センチにしました。体に当ててみて好みの長さにします。このまま後ろ身ごろと前身ごろを完成させます。後ろ身ごろと前身ごろ、後ろ身ごろと前身ごろを編んできました。最後は細編みになっています。こっちもで糸端はこの縫う長さの2倍から3倍残して切ってあります。この糸を使って縫っていきます。で襟ぐりを作る位置にマーカーをつけます。でこれは後ろ身ごろ、
私は端から19センチの位置にマーカーをつけました。こっちも19センチ。これは模様を数えると1、2、3、4、模様4つと、あと細編み2つ。こっちも同じ。中央は私は22センチ。これは多少広がっているので測りにくいんですが、だいたいこんな感じになりました。で、前身ごろはこの端を合わせます。端を合わせて同じ長さだけでマーカー。こっちも端を合わせてマーカーをつけます。で、縫っていって、ここが残ります。縫う時には内側を表にします。この細編みが表の方が表。端から一つずつ縫い合わせていきます。今手前から糸が出ています。このまま向こう側、この端の細編み2本の糸の下、で手前の端の細編み2本の糸の下で、向こうは同じところ、これでしっかりと止まりました。で、次から一つずつ縫い合わせていきます。まず手前の細編み1、2、向こうも1、2、これは様子を見ながらあまりきつくならないように縫っていきます。1、2、3、向こうも1、2、3、このままマーカーのところまで縫っていきます。マーカーのところまで縫っています。もう一度同じところに針を入れます。で、しっかりと留めます。あとはほどけないように隠します。反対側も同じように糸始末をします。両方の肩を縫い合わせてきました。次は裾から脇を縫っていきます。で、縫い止まる位置にマーカーをつけます。こ
こまで縫って、ここからは袖ぐり。このマーカーをつける位置は肩からだいたい20センチぐらいがいいかと思います。ご自身のサイズによっては多少変えます。私は肩から測って21センチの位置にマーカーをつけました。この模様の1、2、3、4、5、6個と半分、この位置にマーカーをつけました。他も同じ。今内側が表になっています。手前から糸が出ています。このまま向こうの長編みのこの下の部分、で手前に戻ってきます。手前のこの長編みの下の部分で、向こうは同じところ、これでつながりました。で、次の長編み、ここに2回針を入れて縫い合わせます。この下の方、こので上の方、上が2本ぐらいがやりやすいと思います。で、この糸もあまりきつくならないようにしていきます。次はここに2回。次はここ。これでマーカーのところまで縫っていきます。マーカーのところまで来ました。マーカーのところにはもう一度針を入れます。あとはほどけないように裏で隠します。さっきと同じようにほどけないように糸端を処理します。で、もう片方も同じように縫い合わせていきます。両方の脇を縫い合わせてきました。次はお好みで袖ぐりを作ります。袖ぐりを編まないでこのままでも大丈夫です。縁がきれいになるように編んできたので、このままで終わっても十分可愛くなっています。さらにもう少し可愛くする場合には、少しだけ袖ぐりを編んでいきます。袖ぐりはこの部分と同じに編んでいきます。
なので難しくありません。で、今表が上の状態、表が上になっています。で、ここと同じように編みたいので、これは裏で編んでいるので、ここでも裏で編んでいきます。この袖の内側から編んでいきます。で、ここが脇の下に当たるところ、ここぐらいからスタートして内側を見ながら編んでいきます。で、こっちが表、こっちが裏で、縫い合わせたところ、ここぐらいから始めていきます。で、新しい糸、で、同じところに針を入れて鎖3つ、1、2、3、次は扇形。この時には長編み2つ飛ばして扇形を作っています。ここでも同じぐらいの間隔を空けて扇形を作ります。これが最初の長編みの代わり。次はだいたいこことここを飛ばしてここぐらいに扇形、だいたいの間隔で大丈夫です。これで扇形。次はこことここを飛ばしてここぐらいに長編み1つ、大体で編んでも大丈夫です。次また扇形、こことここを飛ばしてここぐらいに扇形を作ろうと思います。で、こことこことここで、またで、これで一周します。ただちょうど数は合わないと思います。この模様が揃うように目立たないところで少し数を変えて、で一周します。扇形で一周してきました。これが最後の扇形。最初の鎖の下から3つ目、上が2本で下は1本引き抜いてつなげます。次は2周目。2周目は細編みを編んでいきます。裏返して外側から編んでいきます。こっちが表。まず鎖1つ、この鎖1つを包むようにしてマーカーをつけます。で、このまま長編みの上に細編み、次はスリット、真ん中の長編みの上、ここには2つ、1、2、次はスリットで長編みの上、次は扇形と扇形の間、ここは引き抜き編み、かぶせて引き抜き編み、また細編み、長編みの上スリット
長編みの上2つ、スリット長編みの上、1、2、スリット長編みの上で、間は引き抜き編み、でまた細編み、間は引き抜き編み、これで1周します。細編みで1周してきました。これが最後の長編み、最後の長編みに最後の細編み、ここで糸を切って針で始末します。少し長めに糸を残して切って、最後の細編みから糸を抜きます。でマーカーをつけた最初の鎖、この下に手前から向こう、これが最後の細編み、最後の細編みの上から針を入れます。で裏に出して、これを引き締めます。で整えて、あとは裏で隠します。で反対側も同じように編んでいきます。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。襟ぐりを広くしたので、着る時にはこんな感じになります。で袖ぐりには少しだけ飾りをつけました。とても可愛くなっています。ゆったりとしたサイズで作りました。着るととても可愛いシルエットになります。サイズを測りました。上から下まで48センチ、横幅65センチ、襟ぐりは67センチ、袖ぐりはこの飾りが約2センチ、使った糸の重さは 230g。 こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。